のりほー、キャラ声でー。今回は犬夜叉の作中に登場したいろんな意味で残念な敵5選です。犬夜叉にはたくさんの癖の強いキャラや魅力的な敵キャラが登場しています。その中でも極端に登場が少なくて印象に残らなかったり、生い立ちが悲惨だったり、何をしても運が悪かったり、もっと活躍してもよかったのではと感じてしまう残念なキャラっていますよね。そのキャラたちがどのようなエピソードでどのように残念だったのか解説しながらご紹介していきます。それではレッツやしゃっこー。イモリ妖怪。残念な敵1人目は原作21巻、アニメは55話に登場していましたイモリ妖怪です。妖力、生命力は5段階中ともに1となっており、風穴の天敵、最妙将と同じくらいの強さです。犬夜叉たち一行が紫紺のかけらを求め、訪れた人里でいじめられていた少女さつきと出会い、七宝が初恋をするエピソードに登場した妖怪です。兄が帰ってくると信じていたさつきを騙し、兄になりすました最低な妖怪なのですが、犬夜叉に見つかった際、原作では目が合った犬夜叉に、てめえ、俺に因縁つける気かと不良奉仕以上に不良のようなセリフを吐かれ、すぐさま、文句あんならかかってこいこらと殴られ、弥勒の釈状によりとどめを刺されてしまいました。アニメでは犬夜叉が爆流派を覚えたての頃で、試し撃ちをしようとしましたが、イモリ妖怪の妖気が弱すぎて爆流派が撃てないことに気づいた犬夜叉に、弱すぎるからという理由でグーでぶん殴られて KO してしまうという、なんとも残念な扱いを受けていました。なんとこの妖怪、イモリ妖怪と先ほどから呼んでいますが、原作、アニメともに名前を呼ばれることが一切なかったんです。原作では名前すらも登場していないので、サンデー公式ガイド犬夜叉図説大全奥義怪伝では、6本足のトカゲに似た妖怪という名前で紹介され、さつきの兄に化け、紫紺のかけらを狙うが犬夜叉に殴られたと説明されていました。アニメではエンドクレジットにて、イモリ妖怪と記載はされていましたが、妖怪としか呼ばれていなかったのです。名前がはっきりとわからないため、誰かにこの妖怪のことを伝える際も、七宝の初恋のエピソードに出ていた、あれ、卑怯な妖怪やって、と誰かに説明するのが難しい妖怪となっています。胸骨。残念な敵2人目は原作24巻、アニメは104話に登場していました胸骨です。身体能力パラメーターは5段階中、腕力4、生命力3、眼力0、揚力0、知力0、瞬発力1と人間離れした巨体で力だけに頼る圧倒的パワータイプ。奈落により紫紺のかけらを与えられ、蘇った殺戮集団七人隊の一人です。蘇生してすぐ鬼や養老族の狼などを食らい、恐ろしい亡霊として怖がられていましたが、琥珀の首にある紫紺のかけらを奪おうとして襲いかかるも、左腕を躊躇なく鎖鎌で切り落とされてしまいます。額にある紫紺のかけらを奪われない限り、その体はある程度頑丈で腕もくっつくので問題ありませんが、その後、養老族甲賀の足の紫紺のかけらを狙い攻撃を仕掛けるも、図体がでかすぎて攻撃が当たらず、薄のろと言われてしまったり、甲賀を捕まえようとするも自身の顔を殴ってしまったり、首を180度回転させられたり、最後には甲賀を捕まえるも自身の額にあるかけらを引っこ抜かれてしまい消滅してしまいました。アニメでは切り札のように取り出した鎖鉄球、モーニングスターのような武器も鎖を蹴りちぎられてしまい尻餅をついてしまうシーンが追加されていました。腹が減っていてかけらごと甲賀のことを食べようとしてしまい、額のかけらが奪われることを考えていなかったのが敗因なので、甲賀を食べようとさえしなければ他の七人隊の兄貴たちに会えた未来があったかもしれないですね。七人隊の一人であるにもかかわらず、あまり強さを主張することなく、
今から新シリーズが始まるといったタイミングで生き返ってすぐ出鼻をくじかれ退場してしまい、ジャコツにはうすらバカ、俺たちの中で一番弱かったもんなとまで言われていたので、なんだか切ないの一言。七人隊は七人で数々の戦をこなしてきた仲間というか戦友のはずなのに、血も涙もないというか殺戮集団なので、そのような対応でも仕方ないんでしょうけど、原作ではたった2話の登場となってしまい、残念な敵だなと感じました。金縛り。残念な敵3人目は原作2巻、アニメは5話、6話に登場していました金縛りです。揚力、生命力は5段階中ともに1しかなく、頭にお皿のないカッパのような姿であり、烏帽子を外した邪剣様にもよーく似ている小妖怪です。殺生丸が父の形見である鉄斎画のありかを犬夜叉から聞き出すため、犬夜叉の母イザヨイ様のふりをさせた無女という妖怪と共にやってきた時、しれーっと何体も登場していました。鎖で相手を動けなくすることができるので、カゴメを動けないようにしていましたが、明賀に吸われたカゴメは刺激を受けたためか、あっさりと動けるようになっていました。残念な理由としては、犬夜叉の前に初めて殺生丸が登場するというインパクトに加え、イザヨイの姿をした無女に犬夜叉が取り込まれてしまう。そういった状況に全て持っていかれてしまい、何体も描かれていたにもかかわらず、その印象はほぼ皆無だったからです。そして世の使いガキにも似ているためなのか、この物語以降登場することがありませんでした。使い勝手の良さそうな妖怪で、殺生丸が連れてきたという数少ない存在なのに、なんだかもったいないなぁと感じてしまいました。ご神器。残念な敵4人目は原作16巻、アニメは43話に登場していましたご神器です。身体能力パラメータは5段階中、腕力4、生命力2、眼力 1.5、揚力2、知力4、瞬発力3。奈落の分身で、見た目はシンプルな裸の鬼といった感じです。神楽との戦いで深手を負った犬夜叉。休息している間に差し向けられたのは奈落の3番目の分身、ご神器でした。初めての心を読むキャラとして存在感をアピール。そして鉄斎画を噛み砕くなど、犬夜叉を完全に窮地に追い込み絶望させ、悟りの力と固い牙に打つ手なしと見事なまでに最強の敵感を醸し出しました。しかしこのピンチに犬夜叉は完全な妖怪に初めて変化し、ご神器はあっという間に八つ裂きにされてしまいました。心を読めて最強のはずが瞬殺されてしまうという、とことん運がない、運が悪い敵ですよね。さらに高橋留美子先生曰く、奈落の分身は使った部分次第で、取り込んだ妖怪の濃さによりますね。ご神器が美形じゃないのは、元になった妖怪がそんな顔してたんでしょう。ということで、奈落の分身は美形が多い中、美形に描かれないという不遇さも残念なポイントだと感じました。視神器の使い。残念な敵最後の5人目は原作50巻、アニメは完結編13話に登場していました視神器の使いです。身体能力パラメータは完全に不明です。見た目は式神のようですが、一体彼は何者なのか、存在自体が謎に包まれたキャラクターです。冥界から戻り旅を続ける殺生丸たちの前に突如として現れ、天生画の足りない部分の秘密を知りたくないですかと怪しい勧誘のように話しかけてきました。お尻になりたいなら私の後についていらっしゃいませと、うまいこと殺生丸一行を視神器のもとへと誘います。殺生丸と視神器が明道残月派で戦い合う中、彼はその姿を消し、戦いが終わった後も姿を現すことがありませんでした。
原作、アニメともに彼はこれ以降登場することはなく、ちゃんとした名前もありません。イモリ妖怪のようにアニメのエンドクレジットで思春期の使いと記載されていたので、思春期の使いと呼んでいますが、見た目のインパクトが強烈で、コミックスの袖の部分にカラーで描かれるほどの人物でありながら、そういえばあいつどこ行ったんだ？誰だったんだ？という謎を残し、もっと活躍してもよかったのでは？と感じてしまう残念なキャラでした。以上、犬夜叉に登場する残念な敵5選でした。ちなみにこの中でキャラ子が最も残念だと思ったのは、圧倒的に七人隊の胸骨です。お腹いっぱい狼や他の妖怪を食べていれば、もっとまともに戦えたのかなと感じました。生き返ってすぐ甲賀に出会ってしまうのも運がなかった印象です。今後、半妖の夜叉姫にて、トワたちを新しい力へと導いてくれる存在として、思春期の使いが再登場してくれたら激アツの展開ですね。皆さんはどう思いましたか？他にも印象に残っているキャラクターや犬夜叉の思い出などあればコメントいただけると嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。次回の夜叉講でお会いしましょう。バイビー。